見ず知らずの人間の命と引き換えに大切な人を守れるとしたら、あなたはどうしますか？遡ることおよそ15年前の2006年3月、アメリカに住む中国人女性が祖国中国に関するとんでもない暴露を行い、世界を激震させました。彼女はかつて中国のとある病院で医療事務員をしており、夫もその病院で働く外科医。しかしその病院にはとんでもない裏の顔が。なんと病院の地下に監禁スペースがあったというんです。しかも収容人数はなんと5000人以上。なぜ病院に監禁スペースがあるのか。その理由はなんと新鮮な臓器を手に入れるため。中国で横行している臓器売買ビジネス。このビジネスの生産性を上げるため、ある恐ろしい装置が作られたんです。その装置の名は脳死マシーン。おさす、迷ったら自分が成長する方の道を選ぼう。ケンちゃんです。いくら積まれても手に入らない女、やみやみこです。本日ご紹介するのはですね、なんとね、世にも恐ろしい臓器ビジネスについて。そしてそれがね、なんと超大国中国で行われているというのですからね、もう恐ろしいですよ。そもそもね、これが発覚したのはある一人の勇気ある告発からなんです。早速ね、見ていきたいと思います。臓器狩り。遡ること15年ほど前の2006年3月、アメリカ、一人の勇敢な中国人女性があることを告発したんです。その告発とは、祖国中国の闇について。彼女はかつて遼寧省蘇嘉屯の病院に勤務する医療事務員で、夫も同じ病院で働く脳神経外科医。そこで経験した彼女の体験談は我々の想像をはるかに超えるものでした。その病院には地下室があり、そこには数多くの中国人が監禁されていたというんです。その数なんと5000人以上。しかもただ監禁されているわけではなく、そのうちの4000人にはある注射を打っていました。それは人を仮死状態にさせる注射。一体何の目的があってこのような人権を無視した行為をしていたというのか。その理由こそ今回世界を激震させた真実。そう、臓器を摘出するためだったんです。なんと病院は仮死状態にさせた体から心臓、肝臓、腎臓、角膜などを摘出していたというんです。もうホルモン食えないわ。そして臓器を摘出された後の遺体はどうなるのか。なんと残った体は特に弔うこともせず、病院近くのボイラー室で焼却していたというんです。もうクソ。これほんとさ、現代の話なわけ。これやってることさ、臓器取り出してもぽいじゃない。やばくないこれ。想像しただけで恐ろしくなってきた。このね、恐ろしい告発の内容にね、世界中がね、もう騒然とするんですよ。我々だけじゃなくて。実はこの告発は中国の臓器売買の闇を暴く最終的な決定打の証言。これに関しては以前から疑惑が持たれていたんです。中国では今から十数年前から臓器移植の件数が急激に増加。今やアメリカに次ぐ世界第2位の移植大国なんです。そんな中国には外国人患者向けの臓器移植の斡旋サイトが多数存在します。そこでは普通の商品のように臓器の値段が提示されています。例えば肝臓は1000万円から、心臓は1300万円からなど。そしてこのサイトの売り文句は、若くて新鮮な臓器が早ければ数週間以内に見つかります。見つかりますじゃねえわ。魚屋じゃないんだよ。何言ってんのよこの人たち。もうね、やってる内容も異常だしね、臓器の販売条件ももう全部異常。もう異常。もしアメリカで心臓の移植手術を実施した場合、日本の保険が効かないので、臓器の費用を合わせた手術費だけでもざっと5000万円。その他治療費、渡航費、滞在費を合わせると6000万円から9000万円の費用がかかります。それに比べ中国では先ほどの臓器の値段を見てわかる通り、もろもろ込みでも3分の1程度の金額で移植が可能なんです。そして早ければ数週間で見つかるというのもかなり異常。新鮮な状態かつ自分と適合した臓器が見つかるのはかなり確率が低く、 2,3 年待ちが普通。中には10年以上見つからない人もいるんです。斡旋サイトの謳い文句は、移植希望者から見るとまさに好条件。世界各国から移植希望者が殺到していたんです。しかし移植の関係者からは、なぜそんなことができるんだという疑問の声もありました。中国政府は2000年代臓器移植手術の数を年間1万件以下と公表していました。しかし海外の調査員が医療専門誌のレポート、個々の病院のウェブサイトからの情報、そして現地への直接取材を行った結果、実際に行われていたと思われる手術は年間6から10万件。あまりにも公式発表とかけ離れていたんです。これは怪しいと睨んだ一部の人権団体や調査機関はその実態解明に取り組んでいました。しかし中国国内の状況は非常に分かりにくく、調査は難航していたんです。怖すぎ。もう
5000人とかどっから連れてきてんのよ大体。その答えにはね、この事件のね、黒幕がね、大いに関わっているんです。臓器売買の黒幕。そもそもこの臓器売買ビジネスはどのように始まったのか。一見すると金儲けをしたい病院が始めたように思います。しかし病院はただ協力しているだけでした。そう、黒幕である中国政府に。政府が今回のような人権を無視した強行に出たきっかけは死刑囚の臓器提供。死刑執行の際、若くて健康な死刑囚の遺体には鮮度のいい臓器が存在します。臓器を取り出し販売すれば元手がタダで金儲けができる、そんな悪事を思いついてしまったんです。こうして政府と病院が手を組み海外の患者向けに始めた臓器ビジネスなんですが、これが予想外の反響。世界には臓器移植を待つ患者が予想以上に多くいたんです。中国政府が金儲けのために始めたこの臓器売買ビジネス、現在の市場規模は驚愕の数十億ドルに達するというんです。しかし販売している臓器は若くて健康体の死刑囚のもの、そんなに数多くはありません。需要があり金儲けができると分かっているのに肝心の臓器がない。そこで中国政府はひらめいてしまったんです。臓器がないなら奪えばいい。そして中国政府は国内のあるグループに目をつけます。それが法輪功の学習者たち。法輪功とは中国の伝統的健康法である気功を体得するための修練法。中国の健康法といえば太極拳や気功というイメージの方も多いかもしれません。しかし実はこの気功を体得する法輪功は1999年に邪教に認定されており、活動が禁止されているんです。法輪功がね、迫害され始めたのはね、1999年からなんですよね。その時点でなんと学習者はね、7000万人を超えていて、そのトップのね、李光氏って男がいたんですけど、もうね、どんどんその一派がでかくなってるもんだからね、中国共産党はそれをね、脅威に感じていたんですよ。法輪功が邪教認定されても気功の実践者たちは多く、逮捕されて収容所で虐待を受けている人が多くいました。彼らの多くは迫害され人間性を奪われていた上に人数も膨大、臓器提供のターゲットにうってつけだったんです。実際最初に紹介した病院に監禁されていた5000人もこの法輪功の学習者たちでした。都合が悪いと思ったら真っ先に潰すところがもう中国共産党らしいじゃない。いや、怖いっすよね。まあね、我々のね、身の危険もあるんでね、あんまり言えないなと思いつつ、我々は責めます。僕らが消されたらそういうことなんですけれども、こうしてね、臓器の供給源を確保した中国なんですけど、これだけでは終わらないんです。新鮮な臓器を追い求め、中国政府はある悪魔的なマシンを開発するんです。悪魔のマシーン。臓器売買についての暴露により中国政府は欧米をはじめ世界中から非難を浴びることに。最初は無視していた中国政府なんですが、あまりの批判の多さに耐えかね、臓器を摘出しているのは死刑囚からだけだと公式に声明を出しました。しかし中国での死刑囚の数は多い年でも5000件、中国で登録されているドナーの数も5500人程度、実際に行われていたとされる年間6万件には到底及ばないんですが、その点に関しての説明はスルー。つまり中国政府はもはや少数であった死刑囚という臓器提供源を隠れみのに、大部分の臓器提供元である迫害された人々のことをうやむやにしようとしていたんです。ようやく見つけたドル箱の資金源を手放そうとはしませんでした。むしろ批判が来ないように手口が巧みなものに変化していったんです。一体どのような変化があったのか。それは中国政府の臓器摘出公表から約10年後の2017年、韓国のテレビ局の調査によって明らかになるんです。とある報道番組が中国臓器摘出の病院や関係者に徹底取材。その結果、あるマシーンの存在が明らかになったんです。その名も脳死マシーン。このね、悪魔的マシーンのことを理解するには脳死と普通の死について理解しないといけないんです。というわけで本日のメトラキーワード。一般的な死とは肺、心臓、脳の機能すべてが停止すること。それに対して脳死とは肺や心臓に損傷がない状態で循環機能などの調整を司る脳幹が外部からの強い衝撃やくも膜下出血によって機能を停止すること。もし何も処置しなければすぐに死亡するんですが、脳幹の機能を人工呼吸器が請け負うことにより心臓と肺は動かすことができるんです。これってさ、よく言う植物状態ってやつとは違うのこれ。まあ厳密に言うとね、違うんです。植物人間の方の脳のダメージは大脳のみで脳幹にはダメージがありません。そのため植物人間の方は脳死と違って自発的な呼吸も可能で意識が戻る可能性もあると言われているんです。実は臓器移植の世界においては脳死であるというのが最も重要な点。臓器というのは死亡した瞬間から鮮度が落ちるので、使える臓器は角膜や腎臓などごく一部に限られていきます。しかし脳死であれば患者の意識がない上、回復の見込みもなく臓器も新鮮なまま取り出すことができるんです。たとえさ、自分が臓器取られる立場でも勝手になんか持ってかれるっていうのがちょっとなんか気になっちゃうけどね、死んだ後のことが。難しいんですけど、それを解決するために日本にはある制度があるんです。
1997年10月、臓器の移植に関する法律が施行されました。本人が臓器提供の意思を書面で表示し、かつ家族が同意する場合に限り移植が可能になったんです。臓器移植の意思表示は自動車免許証の裏側やドナーカードにより示すことが可能です。死んでも勝手に臓器は取られないよってことね、これはね。そうなんですよ。ここでね、メトラの皆さんね、そろそろね、脳死とね、臓器提供に関してのね、知識が深まったところで、悪魔的なね、マシーンについてね、話を戻していきたいと思います。この脳死マシーン、構造としては非常にシンプル。まずは臓器提供源になる人間の頭を固定し、こめかみあたりに金属球をぶつけるだけ。金属球を頭に強くぶつけられることにより、その衝撃波が頭蓋骨を越えて脳幹に直撃。脳幹の機能は停止し、瞬く間に脳死状態が完成するんです。このマシーンの長所はどこでも脳死状態にさせることができること。臓器移植というのは臓器の鮮度が重要なので、とにかく時間との勝負。脳死マシーンを使用すれば、臓器提供源の人間とマシーンを移植現場近くまで運び、手術開始直前に脳死させることができるんです。めちゃくちゃ単純な作りだけどさ、もうこの機械作るってさ、もう人間を臓器の入れ物としか見てないわよ、これも。いや、もうおっしゃる通りでね。ただね、このマシーンね、開発したのは中国じゃないですよ。実は脳死マシーンが生まれたのは中国ではなくカンボジア。1970年代、カンボジアはポル・ポトが政権を握っていました。カンボジアの悪夢と言われるほどの大虐殺を行ったポル・ポトなんですが、そこで脳死マシーンと思われる機械が処刑場で使われた記録がありました。そのマシーンを中国で導入したのが元地域警察長官である王立軍。彼はマシーンとしての精度を高めるため、自身が公安部長として勤務していた重慶の病院で脳死マシーンの改良を積極的に進めていたんです。そしてなぜか病院内には脳死マシーンの開発の歴史を紹介したパネルも設置されているといいます。人殺しマシーンを病院で紹介するとか、狂ってるでしょ、もう完全に。怖い。寄生虫博物館みたいな目黒の。知らんけど。そしてね、この中国で行われている臓器売買ビジネス。もう中国って時点でね、メトラの皆さんちょっと他人事、ちょっと遠い話のように感じていないですか？実はここ、日本でも深い関わりがあるんです、この話。日本の対応。この臓器売買ビジネスに対し命を軽視しているとして世界から非難を浴びている中国政府では、日本はどうなのか。中国の臓器医療ビジネスの報告書をまとめた研究者は、日本の対応に対し日本の官僚も医療界も何もしない、見て見ぬふりをしているだけだ、それは沈黙という凶暴になると怒りをあらわにしています。そして日本のマスコミもこの件に対し報道するメディアは皆無。大手新聞社の記者は、囚人からの臓器摘出などはもちろん知っていたが、その問題を取り上げれば中国にある支局は全て国外退去となる。どのメディアもそんなことはできるはずがなかったと発言したというんです。でもなんか日本も見て見ぬふりしちゃってるってことなんじゃないの？いわゆる傍観者になってますよね。先ほどメトラキーワードでも申し上げたように、日本での移植は亡くなった本人とその家族の両方が許諾していることが必須なんです。これにより個人の意思が尊重されているのは素晴らしいんですが、一方で移植のハードルを上げていることにもなっているんです。現に日本では年間140万人が亡くなっているんですが、死後に臓器提供する人はわずか100人程度。人口100万人あたりの臓器提供者数は韓国の11分の1、移植大国のアメリカと比較すると43分の1しかいないんです。この臓器提供者の少なさが影響し、日本の臓器移植の患者は2年以上待つ場合が多いんです。臓器提供を増やすには提供に合意する人を増やすしかありません。ところが日本では呼吸できている人間を死んでいるとみなすことに抵抗がある人が多いのが現状なんです。日本政府としては臓器移植に関する法律を改正するよりも、日本の患者が中国の臓器移植に頼ってくれた方が都合がいいのかもしれません。そうかもしれないけどさ、その臓器を提供するために犠牲者が出てるっていうことはもう明らかじゃないの？もちろんね、当たり前なんですけど、人の命を奪うってことがですね、正当化されるわけではないんです。しかしですね、立場によってはね、そうとも言えない人たちもいるんです。臓器移植してもらう人の中には待機する期間で症状が悪化する人もいます。それどころか最悪の場合は亡くなる可能性すらあるんです。臓器売買というビジネスで罪のない人を犠牲にし、金儲けの道具にしている一方で、移植手術により助かっている命があるのも事実。むしろ一人の臓器で何人かの移植手術が可能なので、救われた人数の方が多い可能性もあります。メトラーの皆さんはこの事実どう受け止めますか？